実務でのラストとイメージマジックによる画像合成サーバーの開発というタイトルで発表します。まず自己紹介をします。中田と言います。GMO ペパボという会社で Web アプリケーションエンジニアとして働いています。この後紹介するすずりというサービスを開発しています。また、この名前で OSS 活動をしています。GitHub や Twitter では、このキリンのアイコンを使用しています。ラストにおいては、ラスト公式のリンターであるクリッピーをメンテナンスするチームに所属しています。そこで開発やレビューなどクリッピーのメンテナンスを行っています。次に本発表についてですが、まずこの発表のゴールについてです。この発表のゴールは、実務におけるラストの利用事例の一つを知ってもらうことです。今回は特に Web アプリケーション開発の利用事例についてですが、リクエストを受けて DB からデータを取得してブラウザに HTML を返す、あるいは API として JSON などを返すといった Web アプリケーションの事例はおそらくすでにあるかと思います。今回は同じ Web アプリケーションですが、画像をリサイズ、合成するなどの処理を行って、その結果の画像を返すといった Web アプリケーションについてお話しすることで、少し違った視点の利用事例をご紹介できたらと考えています。そしてこの発表によって、ラストの採用事例を増やすことに貢献できたらと考えています。次に、本発表の流れです。まず、すずりというサービスについてご紹介します。そのすずりというサービスの一部で、特に画像に関わる処理でラストを使用しています。そこで次に、ラストでどのように画像処理を行っているかお話しします。実際には画像処理については、イメージマジックという画像処理ライブラリを使っているのですが、ラストからイメージマジックをどのように操作しているかについてお話しします。また、画像処理はラストの Web アプリケーション上で行っています。そこで、ラストで Web アプリケーションを作ることについてもお話しします。今回は特に欲しい機能がエコシステムからちょうど提供されていないときどうしたかについてお話しします。では、まず、スーズリというサービスについて紹介します。スズリは、ユーザーが画像をアップロードするだけで、オリジナルのアイテム、グッズを手軽に作成、販売できるサービスです。ちなみにこのスライドに映っているのは、スリスリくんという忍者です。実際に画像をアップロードしてグッズを作るところを簡単に自負にしてきました。このように画像を選択してアップロードするだけで、その画像が入った T シャツなどが作成されているのが見えるかと思います。また、アップロードした後に画像の位置や大きさを調整することもできます。次に、このすずりのどこでラストが使用されているかについてですが、ユーザーがアップロードした画像が T シャツなどのアイテムに実際にプリントされているかのように見せるためのプレビュー画像を作成するところでラストが使用されています。その他、ユーザーがアップロードした素材画像を S3 へアップロードするところや、すずりではシルクスクリーンという種類のプリントで T シャツを作成できる機能もあって、そのシルクスクリーンでプレビュー画像を作成するところでもラストが使用されています。実際には全てのところでラストが動いているわけではなく、もともと Node.js で動いている画像合成サーバーがあって、それを現在ラストのものへと移行している最中です。このため、実際には一部アイテムにおいてラストで処理されたプレビュー画像を介しています。この移行に関する補足ですが、綴りのごくごく簡単な全体のアーキテクチャをここで話します。Web サービスとして基本的な機能である DB からデータを取得して、ページをブラウザに返すといったところは、Rails アプリケーションが動いています。で、先ほど話したユーザーがアップロードした画像とトートバッグなどアイテム画像を合成した画像を返す部分を
現在 Node.js のものから Rust のものへと移行しています。ちなみにですが、社内ではこの元々あった Node.js の画像合成サーバーを Lens と呼んでおり、今回ご紹介する Rust で書かれたものを Lens2 と呼んでいます。次はこの Rust で書かれた画像合成サーバー Lens2 についてです。シンプルな Web アプリケーションの構成となっています。Actix などの Web フレームワークは使っておらず、比較的低レベルな HTTP ライブラリーである Hyper で Web サーバーを動かしています。リクエストを受け取ったら、パスに応じて画像を S3 にアップロードしたり、リサイズ合成などした画像をレスポンスで返しています。ちなみにですが、この Lens2 のフォアストコミットは2019年の5月頃で、同じく2019年の11月頃にアシンクアウェイトが安定化される前からナイトリーで開発されていました。当初はシルクスクリーンや画像をアップロードするところでのみの使用でしたが、比較的早い段階で本番運用されていました。私自身はこの頃、このラストの画像合成サーバーの開発には参加しておらず、先ほど例に挙げたプレビュー画像作成部分を今年に入って私が開発しています。Node.js から Rust への移行についてお話しします。前提としてイメージマジックに関わる修正なども同時に行っているので、単純に Rust だけの成果とは言えないという前置きをさせてください。この移行によって、まずメモリフットプリントが改善されました。一つの画像処理で数十メガバイト使うので GC で管理させない。処理が終わったらドロップで即メモリを解放させる処理を入れられるといった点は有効だったと思います。次に、レイテンシーが大幅に改善し、トートバックの画像合成で処理時間は約半分になりました。もちろんイメージマジック側の改善もあるんですが、ラストで並列に実行できる画像処理とできない画像処理を分けて処理できるということは、ラストによるレイテンシーの改善につながったと思います。一方で苦労している点としては、学習コストが挙げられます。Node.js は書ける人が比較的多い一方で、ラストに関しては触ったことがなく、一から学ぶという人が多かったので、現在ラスト入門に関する各種ドキュメントを整理したり、勉強会などでフォローをしています。次は、ラストでどのように画像処理を行っているかについて話します。まず一旦ラストのことは置いておいて、綴りにおける画像処理についてお話しします。先ほど例で見せましたが、トートバッグといったアイテムの画像をユーザーがアップロードした画像と合成するなどの処理を行っています。この時、単に合成するだけ、単に画像を上に載せるだけだと、不自然なプリントに見えるので、アイテムのシワを再現するように見える処理を行ったり、マスキングやハイライトを載せたりしています。具体例を示すと、まず前処理でユーザーがアップロードした画像に歪みを与えてシワを再現したり、ハイライトを載せたりしています。次に、トートバッグといったアイテムの画像とユーザーがアップロードした画像に前処理を加えたものを合成するといったことを行っています。また、ここでは左側が前処理を行わず単に画像を載せただけのトートバッグで、右側がトートバッグのシワを再現するかのように見える処理を入れたトートバッグです。のっぺりとした感じがなくなり違和感が消えたかと思います。ここではディスプレイスメントマッピングという処理を行っています。簡単な例ですが、ディスプレイスメントマッピングでは、例えばこの縦縞の画像のような変異マップを与えることで、このように画像に歪みを与えることができます。これを綴りではイメージマジックで行っています。イメージマジックとは画像を加工するためのツールソフトウェアで、コマンドラインで CLI ツールとして使われるのが最も一般的かと思います。ラストの画像合成サーバー Lens2 では FFI でマジックワンドというイメージマジックの CAPI を呼び出すことで画像処理を行っています。ようやくラストの話です。綴りでは FFI を利用してラストからマジック &CAPI、C のコードを呼び出しています。ここでは BindGen でマジック &CAPI に対するラスト FFI のコードを自動生成しています。ここでちょっとした工夫なのですが、レポジトリでカーゴワークスペースの機能を利用して、Lens to Magic and Bindings
とレンズ2マジックワンドというワークスペースを作っています。レンズ2マジックワンドバインディングスではその名の通り、単にバインドチェーンで自動生成したコードを配置しています。そして、レンズ2マジックワンドでは、その自動生成されたコードのラッパーを書いています。こちらは実際のコードの一部です。左側がバインドチェーンで自動生成したコードです。右側がそのラッパーで、呼び出すときにはできる限り libc のものではなく、ラストの基本の型で呼び出せるようにしています。また通常だと FFI のコードを呼び出すには一つ一つアンセーフで囲む必要がありますが、これもこのラッパーで済ませています。このことで初めてこの画像合成サーバーまたはラストを触る人が簡単にコードを読めるような工夫となっています。実際自分がそうだったんですが、普段は綴りで Rails、Ruby を書いていて C に馴染みがありませんでした。このため最初からいきなりラスト、ましてや libc の型を読み書きするのはハードルが高かったので、このようにラッパーが書かれていたのはとても読みやすかったです。使い方がシンプルなせいもあるかもしれませんが、ラストで FFI でイメージマジックを操作していて、FFI で苦労したことが今のところ特に思い浮かびませんでした。また、ドロップトレイトが便利で、メモリに載せた画像を処理が終わったら忘れずに解放できて安心できます。ここではドロップにマジックワンドで処理を行う構造体の関連するデータをクリアし、メモリを解放するという処理を書いています。このことでスコープから抜け、変数が解放されたタイミングでこれらの処理を走らせることができます。画像処理の話はここまでで、次はラストで Web アプリケーションを作ることについてお話しします。最初の方にお話しした通り、この画像合成サーバーは Actix などの Web フレームワークは使っておらず、Hyper を Web サーバーとして動かしています。この画像合成サーバーは本番環境で運用しています。Web アプリケーションを運用していく上で必要になってくることの一つとして、アプリケーションのメトリクスを取得する必要が出てくると思います。綴りでは、Rails の方で Datadog を使用して APM を取得しています。このため、この Rust の画像合成サーバーでも Datadog で APM を取得しようとするのは自然だったんですが、Rails ではライブラリを入れるだけですぐ APM が取得できました。一方、この Rust の Web アプリケーションではどうかというところですが、入れるだけですぐ APM を取得できるようなものは探した限りありませんでした。Rust で Web アプリケーションを開発していると、エコシステムがまだ十分ではないといった話が上がるかもしれません。実際この時、自分がちょうど欲しい機能がエコシステムにはないといったことが出てきました。先ほどの話をもう少し具体的にすると、Web アプリケーションのミドルウェアのところでリクエストを受け取ってレスポンスを返すまでの時間を計測し、APM を取得したいといったところです。Rust、Hyper で入れるだけでデータドックで APM を取得できるものは、探した限りありませんでした。で、この時どうしたかというと、ないのですから、自分で作ろうとなりました。じゃあ、先ほど言った Web アプリケーションのミドルウェアのところでデータドックにトレースを送る機能を一から全部作る必要があるかというと、そんなことは結果としてありませんでした。欲しい機能がちょうどなくても、欲しい機能を作る部品がエコシステムが提供していることは多いと私は思いました。ここでその欲しい機能というのを簡単に図示します。ハイパーの中で HTTP リクエストがルーティングや画像合成などアプリケーションの処理に到達する前、もしくはアプリケーションの処理が終わった後のミドルウェアの部分でデータドックにトレースを送信したいというのが今回欲しい機能となります。ちょうどこの赤い円で囲った部分です。ここで実装する上で必要なのは、ミドルウェアのところで何らかの処理を行うという部分と、データドックにトレースを送る部分です。まず、ミドルウェアの部分ですが、タワーというクレートのサービストレートを使いました。
各企業のエコシステムでも使われているこのクリエイトですが、これでミドルウェアの部分を簡単に実装することができます。サービストレイトはこのようになっています。このコールメソッドでリクエストを受け取ってフューチャーを返しています。そしてそのフューチャーのアウトプットはレスポンスとなっています。今回は HTTP のリクエストレスポンスを適用しますが、このタワーのサービストレートでは HTTP 以外でも適用できるものとなっています。ミドルウェアの実装方法の詳細についてはここでは話しませんが、タワーのレポジトリに Building a Middleware from Scratch というドキュメントがあるので、詳細について知りたい人はこちらを見てみてください。次に OpenTelemetry イラストというクリエイトをデータドックにトレースを送信する部分で使いました。OpenTelemetry とは、ログ、トレース、メトリックスといったテレメトリーのインストゥルメンテーションやエクスポートを標準化するプロジェクト、またはその API SDK キットです。そして、これはラスト用の OpenTelemetry API SDK キットで、OpenTelemetry のトレースをデータドックに送信できるため、これを使用しました。実際には、OpenTelemetry とデータドックでは一部非互換の部分があるようですが、それもこの OpenTelemetry イラストが吸収してくれています。では、これらを組み合わせて、すずりの画像合成サーバーでは、ミドルウェア部分でデータドックにトレースを送信し、APM を取得できるようになりました。コードも200行程度で書けました。これは実際のコードの一部です。この ddTrace というストラクトを用意し、この ddTrace がサービストレートを実装することで、そのままミドルウェアとして使用可能となります。ここでは、リクエストとレスポンスはともに HTTP を想定しています。この pollReady というメソッドですが、ポールされた際には、ここが呼び出され、そのまま中のサービス、Web アプリケーションの部分をポールしてその結果を返しています。そして、コールメソッドのところで、このミドルウェアで行いたかったリクエストを受けてからレスポンスを返すまでの時間を計測して、それをトレースとして送信するといった部分を実装しています。最後にまとめですが、すずりというサービスで画像処理の部分をラストに任せるという形で画像合成サーバーを開発、本番運用しています。また、最後の方で話しましたが、ラストにおける Web アプリケーション開発において、エコシステムが不十分な部分が確かにあるかもしれません。しかし、個人的には運用に必要な機能はエコシステムが十分提供してくれていると感じています。最後にですが、この発表を聞いて、実務で新しくラストを採用したい、してみたいという人が増えてくれると嬉しいです。それでは、これで発表を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。